こんにちは、すみれです。今日の動画は私の最近の購入品だったり、ちょっとしたおすすめだったり、あとはコメントで私のスキンケアとか髪の毛のスタイリングだったりとか、そういう質問もあったりしたので、すべてこちらの動画で紹介しようかなと思います。で、最近私は YouTube とか TikTok で高い商品からドラッグストアのね、安いプチプラまで使ってるような方々が、すごくおすすめしているドラッグストアの商品っていうのをいろんな人のを見ていて、その中で結構共通して言われている商品っていうのをピックアップして試そうと思ってるんですね。で、それでね、買った商品を紹介したいと思います。まずファンデーション3つあります。1つ目はロレアルのね、ファンデーションで、実は私これ以前のタイプも持ってるんですね。で、今回のタイプっていうのが、こっちにはビタミン C の誘導体がね、追加されたようなので、そっちが新しいものね。で、これは以前のタイプなんだけど、私ね、これすごく好きだったんですよ。このファンデーションはね、いろんな方がおすすめしていて、私もあんまりドラッグストアのファンデーションって使わなかったんだけど、これをね、買ってみたんですね。とにかくね、バランスが取れたファンデーションといった形で、伸びもいいし、このカバー力っていうのもすごく適度な感じで、すべてにおいてね、ほんとバランスが取れて、そして質がいいっていった形なんですよね。で、今回も買ってみたんだけど、結構ね、自然光とかで見たら明るかったんで、実際に使ってみても、あれなんか別にかなと思ったので、ちょっと印象が違ったから、またね、色味とかちゃんと合わせて買って、改めてね、どうだったかっていうのも共有したいと思いますが、まずね、このロレアルのファンデーションね。そしてメイベリンから2つ。スーパーステイフルカバレッジファンデーション。そしてこっちがティントのファンデーションになります。こっちが30時間、こっちが24時間持つようなタイプとなってます。でもね、これをとにかくおすすめしてる人が多くて、実際これに関しては私ね、今日も使ってます。すごくいい。これはティントなんだけど、薄付きすぎないで、この適度な綺麗なカバー力がある感じ。だから素肌が結構綺麗な人がいたら、これは相当ゆで卵みたいな感じに仕上がると思います。ほんのりとこのパール感っていうのが見て取れるんですね。ただ肌に乗せた時はそのパール感をすごい感じるとかじゃないんだけど、これはとっても良かったです。で、カバー力はそこまで強いわけじゃないから、この一回軽く塗ったぐらいだと、シミがある方は出ちゃうかなとは思うんだけど、それに関しては、コンシーラーとかね、コントロールカラーで調整をして、これを使うとね、とっても綺麗で、これはみんながいいって言った理由がすごくわかりました。で、こっちの方に関しては、私はね、薄すぎて、これダメだなと思って、これはね、あんまり印象は良くなかったんですね。ただ、またこれも色がちょっと明るすぎたので、もうちょっと暗めの色を買って、改めて何回か試して、また皆さんに共有したいと思います。メイベリーはフィットミーのこのマットパーレスファンデーションね。これがとにかく人気なので、注文してね、これから届くんだけど、またアップデートしますね。そんな感じで、アメリカのね、ドラッグストア。日本でもね、メイベリーとか売ってますよね。そちらの私のね、感想をまた共有してきますね。で、あとはね、パウダーファンデーション。これはロレアルのものなんだけど、これをね、ブロンザー代わりに使ってる人がとにかく多かったんですね。そしてすごく綺麗にブレンドできると。で、これは確かにものすごくね、結構シルキーな感じで綺麗に仕上がります。で、このファンデーションの明るめの色をね、買って良かったんだけど、ちょっと色が明るすぎちゃって、また新しくね、買い直そうと思っているので、あくまで使った時の質感のね、感じなんだけど、ブロンザーとしてだったりとか、ファンデーションとしてだったりとかね、ドラッグストアでパウダーファンデーションだったら、私はこのロレアルのこのファンデーションかなって思いました。で、あとね、パウダーで買ったのが、メイベリンのフィットミー。これはね、フィニッシングパウダーだったんですね。で、欲しかったのはこちらのセッティングパウダーの方で、ちょっと間違って買っちゃったんですね。で、セッティングパウダーとフィニッシングパウダーの違いとかについては、過去の動画でもね、お話ししてるんだけど、セッティングパウダーっていうのは基本的にリキッドファンデーションとかクリームファンデーションね、つけた後にそれがよれないようにセットしてあげる目的で使われるものがセッティングパウダーっていったものになります。で、フィニッシングパウダーっていうのは、そのセッティングした後、最終段階の仕上げに肌の質感をちょっと変えて見せてあげるようなものがフィニッシングパウダーになります。それらが本来の目的で作られてるんですね。なのでそこを理解していれば、例えば乾燥肌の私だったらそこまでオイルが出ないから、じゃあセッティングパウダーの代わりにフィニッシングパウダーね。要はそこまでセッティングの力、オイルを抑えたり吸収する力っていうのはそこまで強くないかもしれないけど、逆にそれのぐらいがちょうど良かったりとか、そういったカスタマイズができるので、一応フィニッシングパウダー、セッティングパウダーとかのね、違いっていうのも知っておくと役立つかもしれないんですが、これはね、セッティングかと思ったらフィニッシングだったんですね。
私、フィニッシングパウダーはもうすでにアワーグラスとか、とってもお気に入りがあるので、これはちょっと残念だったなと思ったんだけど、フィニッシングパウダー私の見え方っていうのもね、見ていきたいと思います。で、これについてはそろそろ届くので、届き次第また皆さんに共有しますね。で、あとこれね、これは特にセッティングとかフィニッシングとかないんだけど、とにかくオイルをしっかり抑えてくれる。要はセッティングパウダーの役割っていうのがすごく強いタイプなんですね。で、面白いのが、このマットの質感をね、5時間までキープしますというものなんです。結構表示ってみんな20何時間、30時間って言ってる中で、5時間だけって思うかもしれないんだけど、結構正直に考えると、現実的な数字なのかなとも思ったりして、お化粧直しとかするときに、ちょっと抑えたりするのは良さそうなので、これも試してみようかと思ってます。で、あとね、ドラッグストアじゃないんだけど、シャネルのこのブロンザーで固形タイプのブロンザーを買ったんですね。以前は1色しか展開がなくて、今はね、3色展開があるんですね。私はこの以前日本に行った時に1色のものを買ったんだけど、ちょっと私の肌の色だと、色がね、ちょっと明るくて、あんまりコントラストが出なくて、で、使うことが少なかったんだけど、香りがすっごく好きで、結構キープしてお気に入りだったんですね。で、最近それがね、懐かしいなと思って、シャネルのブロンザーの香り好きだったな、また使いたいなって思っていて、やっと購入したんです。ただね、香りは前使ってたものの方が良かった気がする。なんか 100% いい匂いって感じたんだけど、今回のは、なんかいい匂いにちょっと10%ぐらい酸味が入ってるような、みたいな。だけどこれシャネルの公式サイトから来て、すごく状態もいい感じで発送されたので、商品は問題ないと思いたいので、今はそういった感じなのかなと思うんだけど、でもね、これも楽しんで、今日もね、顔に使ってます。で、あとはニックスのリップグロスっていうのを買ってみました。5色買ったんだけど、色味紹介しますね。でリップライナーのお気に入り、メイベリンのリフターライナー。これがすごく良かった。良いだけではなくて、水にも強い。そしてそれだけじゃなくて、その後に石鹸でね、上からこすって水で流しても落ちないんですよ。で、それで簡単によく落ちるようなスプレーの私のクレンジングがあるんだけど、それでも落ちなくて、オイルクレンジングじゃないと落ちないんだっていうぐらいね、すごく長持ちするし、質感もクリーミーです。で、もう一個クリーミーと言ったら、このエルフのリップライナー。これはびっくりした。正直、硬い感じかなと思ってたら、アイシャドウで言ったら、このナターシャ・ディノーナのクリーミーマットですかっていうぐらい、すんごい滑らかなんですよ。今冬だし、どっちかって言ったらね、硬くなりがちかなとも思うんだけど、とにかく滑らかで、滑らかさで言ったら、メイベリのよりこっちの方が勝ってます。ただ、水で流した時は持つんだけど、石鹸でね、上から軽くね、こすった時は、これはね、半分ぐらい消えてしまったので、耐久性っていうのはそこまで強くはないかもしれないけど、特に食べたりする予定とかもなかったりだったら、エルフはね、とっても良かったです。ただその日ね、食べたりとか、なるべく長持ちさせたいっていうようだったら、メイベリのね、方が良かったんだけど、プチプラでもね、ちょっとこの2つお気に入り見つけました。そしてね、前も紹介したことあったんだけど、これいいよ。これは本当に安いシーンとか多分アリーエクスプレスとかもあると思うし、アマゾンにもあるし、あとはティムでもあるし、私はティムで買ったんですけど、アマゾンでも売ってました。で、シーンでも見た。とにかくね、これ何がいいかっていうと、ものすごくね、目が詰まっているんだけど、このシルキーで滑らかさがあるんですね。で、これはね、ちょっと私が持っているアーティスブラシ。これね、アーティスブラシってすっごくね、滑らかに伸ばしてくれるようなもので、これもものすごくキメが細かいんですね。アーティスの方が密に詰まっているんですね。基本的にアーティスは全部肌当たりがいいんだけど、私は個人的にこのブラシに関しては、こうやると、細かいね、ほんのちょっとなんだけど、ちょっとチクッとしたところを感じる時があるんですよね。これは、もう、こうやろうがすごく良くて、値段もお手軽だし、私これすごい気に入って3つぐらい買ってるんだけど、アワーグラスのファンデーションとかもこれでつけるのが一番綺麗にいったりとか、サイズもちょっとちっちゃめだし、これは私のおすすめ。よかったらちょっとスクリーンショット撮って探してみてください。で、スキンケアについて紹介したいと思います。で、私、1983年生まれなんですけど、20代の時とかは結構クレドポーボーテとかが好きで、スキンケアもその辺揃えてたんだけど、正直肌の状態もね、今よりずっと良かったと思うので、
あんま効果わかんなかったんですよ。結構高いお金かけてるんだけど効果そんな感じないし、そんな中、ハイドロキノンとかね、トレチノインとか、そういった製品を使ってみたら断然効果が分かって、値段じゃないんだなって思ったんですね。それから結構スキンケアで高いものをあんまり買わなくなりました。で本当にそれこそドラッグストアで、日本のドラッグストアで売っているような、ロート製薬のメラノ CC、そう、この化粧水、ロート製薬ってこのビタミン C の安定性がすごくいいって聞いたことがあったので、これをね、信頼して、化粧水に関してはこれを使って、で、たまにトレチノインとかハイドロキノンっていうね、そういったものを使ってシミをね、ちょっと薄くしたりとか、自分でやっていたりしたんですが、ただこのトレチノインとかっていうのは必ず自分でしっかりとリサーチをして、いろんなね、動画とか専門家の方が話してるのもあるので、すべてを見た上で、ね、自分で使うんだったら、そういうのを気をつけながら使っていただきたいと思うんだけど、トレチノインは一番肌に吸収される最終段階の状態なので、その分、強く吸収されるんですね。だからこそ間違って使ってしまうと危険だったりするので、しっかりとこのお医者さんのもとでね、使うのが理想ではあるんだけども、私はオンラインで個人輸入して買ったりしてるんだけど、そんなようなスキンケアをしてます。私そのロート製薬のビタミン C の好きなので、日本のね、薬局から輸入して買えるサイトを見つけたので、いつか買うと思うんだけど、とりあえずね、ランコムのこの化粧水を買いました。これ適度なとろみがあって、すごく気に入ってます。で、乳液に関しては、日本のドラッグストアのプチプラね。でも、結構開発者の方とかがおすすめしているような、肌ラボの極潤、エイジングケアね。これをたまに使ってます。で、あとね、アメリカに来てから使っているのが LED マスクなんですね。一つはよくセフォラとかで見かけるタイプの LED マスク。そして最近使い始めたのは、カレントビューティーからのね、出ているタイプの LED マスク。で、今ね、カレントビューティーの方をすごく試していて、効果があったりとかしたら、また一本しっかり動画を作ってね、詳細を話していきたいなと思うんだけど、まずね、違いとしては、このセファラで売ってる方のドクターレンスのものは、もともと皮膚科の先生が開発されたものなんですね。で、対して、このカレントビューティーの方は、美容機器をね、販売しているような方が、この一般向けにも機械を作ろうと言って作ったのが、このカレントビューティーの方になるんです。で、LED ライトっていうのは、赤い光は特にアンチエイジングにいいって言われてますよね。ただ私もね、そこあんまりよくわかってなかったんだけど、赤い光でもこの一定の周波数じゃないと効果がないんですね。だって普通に考えて、ただ赤ければよかったら、クリスマスツリーの前に座って、ニコニコお茶でも飲んでれば、綺麗になっちゃうじゃないですか。そんなことないから、それ実は大事なんだなってことを気づいて、で、そこで大事になってくるのが、この FDA ね。アメリカの厚生労働省みたいなところなんですけど、FDA がしっかりと承認しているライトっていうのがすごくね、信頼できるんですね。で、それぞれドクターベネンスもカレントビューティーも FDA が承認しているものになります。で、カレントビューティーのね、すごいなって思うところは、デバイス一個一個でしっかりと検査して、その検査の結果っていうのもちゃんとね、見れるようになってるんですね。もうそこまで信頼性があるのはすごいなと思ってるんだけど、しばらく使って肌の効果を見ているので、効果があった時には改めて動画でしっかりと詳細をお話ししますね。なので、あえて言うんだったら、2022年からね、私アメリカに移ったので、その年から LED ライトっていうのをちょこちょこ使っています。なので、それが私のスキンケアになるのかな。で、髪の毛のスタイリングなんだけど、私がね、愛用しているホットカーラーっていうのがあって、直径5センチ、大きいんですね。で、昔はコテをメインで使っていて、38ミリとか、あと42ミリとかもあったかな。とにかく大きいのが好きで、緩いのをね、やってたんだけど、私がね、すごく好きなヘアスタイルをしている、カナダに住んでいるベトナム出身の方かなの YouTuber の方がいらっしゃって、その方のヘアスタイルがすんごいセクシーなんですよ。もうレイヤーもたくさん入っているし、カールもね、大きめなカールで、私はそれにすごく惹かれて、その方が紹介していたのが、これを紹介していたんですね。で、それで日本にいる時もそれを取り寄せて購入して、アマゾンとかだったかなちょっと覚えてないんだけど、とにかく探したら買えたので、今だったらもしかするともうシーンとかアリエクスプレスとかでもこういったのはあるかもしれないですよね。とにかく大きいタイプのね、ホットカーラー。で、基本的にこれを出かける前とかにこれを巻いて、だからね、ほんと頭に結構大きいのがついてる感じなんだけど、で、その巻いたままご飯食べたりとか、メイクしたりとか、30分とか、そのぐらいはキープしてますね。とりあえず、そんな感じで私のスタイリングはこれになってますね。今日はね、
ね、ホットカーラー10分とかほんと短かったから、もうすぐにまた戻ってきちゃうんだけど、で、もしこういったカールをしっかりとキープさせたいって言った時には、ケンドラのボリュームムースエキストラ17番。これがどうやらいいらしいです。結構私もいろいろな人の見て、で、これを乾いた紙でも濡れた紙でも、この使って乾かしてあげると、その形がすごくね、しっかりキープされるんですね。だからもし私がちゃんとホールドしたいって言った時には、このムースを使ってホットカーラーをするかなと思うんだけど、ムースのおすすめは、これがいいらしいですよ。で、あと私が使っているヘアケアでもう一個お気に入りがあって、これ、リファのヘッドマッサージャー。私これね、そもそも買う予定なかったんですよ。日本で仕事してた時に、この海外出張に行く時に、そもそも自分が買いたかったのは、リファのこのリンパを流すようなタイプのを欲しくて、それをね、くださいって言ったんですね。で、私がこのページも開いてたんですね。そしたら、JAL のベテランのお姉様、多分トップの方なんじゃないかなっていうようなオールだったんだけど、その方が、これもうね、今1個しかないんですよ。とってもおすすめなんです。ちょっと持ってくるだけ持ってきましょうかって言うんですね。だから、じゃあお願いしますって言って、で、とりあえずこのリンパを流すものを購入しました。そしたら、こちらになりますってね、箱に入ってる状態の、こちらですってもう満面の笑みで言われて、これなんか見ることできないですよねって。申し訳ございませんって、もう満面の笑みでこうしてるから、もう、じゃあもうそれもくださいって言って。購入したんですね。だから買う予定じゃなかったんだけど、美容院に行った時にたまたまこれがあって試したことはあったからすごい気持ちいいのはしてたんです。で、そういった理由で改めてね、飛行機で購入をしました。で、それからね、しばらく使ってなかったんだけど、ここ1年ぐらいにまた使い出したら、すんごい気持ちいいのね。で、何がいいかって、しっかりマッサージしてくれるのに髪の毛が絡まらないっていうのがすごいなと思って。だからこうちょっと疲れた時とか、こうやったりするのもほんと気持ちよくて、これは買ってよかったなと思います。リンパを流すやつは全然正直使ってなくて、これを使ってるので、今ね、1個選ぶんだったら断然こっちだなと思うぐらい、これは私のヘアケアアイテムに入ると思うんだけど、これ大好きで重宝してます。で、ちなみにヘアブラシは、アベダのブラシを、大きいのとちっちゃいの、それぞれ場所に分けて置いてるんだけど、これ気に入ってずっと使ってます。で、おまけね、香水。で、香水はね、このディオールのタイプね。これを最近使い始めてます。で、昔はね、シャネルのこれがね、すっごい好きで、3本ぐらいリピートしたぐらいずっと使ってたんですよ。さすがにだから、使うとその時の感じいろいろ思い出したりして、それはそれでいいんだけど、なんか新しい方に行きたいなと思ってこれを買ったんだけど、この前シャネルのブロンザーを買う時にサンプルで選べたので、これもね、追加したりしました。で、おまけでね、Amazon で私が買ってすごく気に入ってるものをちょっとだけ紹介すると、アメリカに来て、ここ最近、キャンドルウォーマーっていうのがあるのを知ったんですね。知らなくて、要はこのランプになっていて、キャンドルを溶かしてあげることで、火を使うことなく、そのいい香りを出してくれるってものなんですよね。だからランプにもなるし、キャンドルの香りっていうのを出してくれる。それにハマってね、結構いろいろ買って、その中でもお気に入りの商品っていうのが2つあります。で、それぞれね、洗面台と、あとは寝室にあるのでお見せしますね。こんな感じでリモコンがついていて、ランプの明るさ調整は3段階くらい。そしてタイマーも2時間、4時間、8時間とね、ついています。で、あとはアロマオイルとか私も好きだったんだけど、結構水を入れたりとか交換するのがめんどくさくて、つかなくなったんだけど、これが水なしで使えるタイプなんですね。で、ボタンを押すだけでこの一定の時間ね、蒸気が出てきてくれて、中には直接アロマオイルの原液が入ってるんだけど、まずね、水なしでできるっていうのは私はすごく魅力的で、で、これチャージするだけでそのまま持っていけたりもするし、これは私すごく気に入って使っています。ということでね、今回はちょっといつもと違った感じの動画になったんですが、私が普段使ってるものとか、あとは最近ね、購入していたような商品の紹介になりました。またコメント欄とか DM とかでね、リクエストがあればぜひ教えてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。